皆さんこんにちは。自力整形チャンネルのれいかです。今回はですね、意外に解決が難しいゴルゴライン。これについて解説と、そして解消法をお伝えしていきます。で、このゴルゴライン、ほうれい線とか口元のポニョと違って、意外に原因が分かりにくいんですよ。で、なんでかっていうと、ゴルゴラインができる原因っていうのは大きく分けると3つあるんですけど、ほとんどの方がその3つの原因が入り組んで絡み合ってできてしまっているので、なかなか解消しづらいんですよ。なので今回はその複雑に絡み合ったゴルゴラインの原因、それがどこから来ているのかをチェックして、そしてそのチェックの項目に合った解消法をお伝えしていきたいと思います。ぜひご自分のゴルゴラインの原因見つけて、そして一気に解消していきましょう。はい。ではね、ゴルゴラインの原因チェックいきたいと思います。ゴルゴラインの原因は大きく3つ。まず1つ目の原因は頭からタイプ。特にここの側頭筋が硬くなると上からこう落ちてきてゴルゴライン作っちゃうんですよ。側頭筋が硬いかどうかのチェックポイントは2つ。まずは皮膚だけつまめるかどうか。こういう感じで皮膚だけね、このこめかみあたりつまんでみていただいて、つまめる方はまず第一段階 OK です。この時点でもう滑ってしまってつまめないという方は、かなり側頭筋カッチコチになっているので、徹底的にほぐすことが必要です。次ですね、この耳の上はどうでしょう。耳の上ちょっと髪の毛がね、あって分かりにくいかもしれないですけど、耳の上もこう皮膚だけつまめて、そして動かせるよっていう方は OK です。でも耳の上に来ると、なんかちょっとつまめない、滑ってしまうって方は、やっぱりね、側頭筋硬いかなと思うので、ぜひワークやってみてください。さらにですね、この耳の上、こう耳のこの髪の毛が生えてないところからこう触ってみていただいて、段差があるかどうかですね。で、ここがボコッと段差がある方っていうのは、それね、骨じゃなくてコリなんですよ。なので、そこのコリを徹底的にほぐすことによって、こう下がってきてた分がこう持ち上がってきてくれるので、ゴルゴライン解消しやすくなります。しっかりほぐしていきましょう。2つ目の原因が脂肪タイプです。脂肪っていうと太ってるとか痩せてるとかそういうのではなくって、もともと私たちにこのくっついている皮下脂肪、これが硬くなってるとゴルゴラインできちゃうんですよ。で、脂肪はね、あってもいいものなんですよ。なので皆さんね、この目の下とかこのほっぺの脂肪をね、取りたいっていう方いらっしゃるんですけど、絶対に取らないでください。若い時はね、気になるんですけど、年齢を重ねてくると、そもそもだんだん脂肪が減ってきてしまって、それはもう再生することはないのでね、脂肪は取ってはいけないんです。じゃあ何が問題かというと、脂肪が硬くなることが問題なんです。なのでこの頬の表面ですね、ここを軽くこうつまんでいただいて、つまんだ時点で痛いとか、こう反発しちゃってつまめないっていう方は、かなり皮下脂肪が硬くなっちゃってると思うんですね。なのでこの皮下脂肪を柔らかくすることがゴルゴライン解消にめちゃくちゃ役立ちます。そして最後、3つ目のポイントが筋力低下タイプなんですよ。で、どこの筋力が低下してるのっていうと、頬なんですよ。この頬の筋力が低下しちゃうと、こういう風に下がってきちゃうので、この筋肉がこう下がってきてしまうと、そもそもこの脂肪が乗っかっている土台が下がっちゃうので、その脂肪と脂肪の隙間、さらに空きやすくなってゴルゴライン目立ちやすくなります。この筋力チェックやってみましょう。まず口を軽く開けていただいて、ポカーンとして、そして顎の力を抜いていきます。柔らかい感じでね、顎の力が抜けたら、この顎をぐっと押さえてですね、動かないようにして、口角だけを真上に上がるように上げてみましょう。口角だけを真上にですね、真上に上げていく。真上に上げるときに、あれどういう風に上げるんだっけって思ってしまったり、あと上げようとするんだけどなかなか上がらないとか、上げようとするんだけどこう横に引いてしまうとかっていう方は、頬の筋力使えてない可能性大です。で、2つ目のチェックポイントは、普段話している時のお顔を見ていただいた時に、この顎周りばっかり動いていて、この頬が全く動いてない。こういう感じですね。こういう方はですね、普段ここの筋肉ばっかり使っていて、この頬の筋肉全然使えてないので、筋力低下の可能性が大です。はい。今ね、この3つのチェック終わったんですが、いくつ当てはまりましたか？結構2つ3つ当てはまったっていう方もね、多いんじゃないかなと思います。実はですね、このゴルゴラインっていうのは、ほうれい線とか口元のポニョとかと違って、こういった3つの原因全てが当てはまっている方ってかなり多いんですよね。なので、なかなか解決がしにくいお悩みなんですよ。なので今日はこの3つの要因全部に対してのワークをやっていきます。1つしか当てはまらなかったよって方はそのワークだけをやっていただければ OK ですので、ぜひやってみてください。それでは一緒にやっていきましょう。レッツゴー！まずは側頭筋、耳上を3箇所に分けてグーを縦にしてほぐします。10秒ずつ筋肉の硬いところを掘り起こして斜め後ろに押し戻すように。
ここは結構力を入れちゃって大丈夫です。硬い人が多いのでしっかりやってくださいね。次はこめかみ。押すと痛い、硬いところありませんか？そこを指の関節を使って細かくほぐしていきます。目の横から少し移動して生え際手前もほぐしてみて。ここは食いしばりなので一番硬くなりやすい場所、大事なポイントです。側頭筋と一緒に硬くなる後筋、頬骨球という目の横の骨の下側を親指でほぐします。耳手前から少しずつ3箇所ぐらい動かして、コリコリした硬いものがあったり全体的に硬いなという方は食いしばりのサイン。口を開けて盛り上がるところ、ここが後筋の最後です。頬周りも一緒にほぐしておくとゴルゴラインが解消しやすくなります。まずは鼻横に2本指を置いてくるくるほぐします。ここは力は入れすぎなくて OK です。さらに指を横にして頬を上に持ち上げるようにほぐしてみて、これをやっておくと筋肉が動かしやすくなって頬が上に上がります。次は脂肪ほぐし。化粧水などをつけて摩擦がないようにしてやりましょう。親指と人差し指で頬の表面をつまんでいきます。力は入れずに軽くリズミカルにつまめば OK です。特に硬いところ、痛いところを中心にやってみてください。脂肪は冷えると固まるので、お風呂上がりなど手やお顔が温かい時にやるとより効果的です。だんだん頬全体が柔らかくなってくると思います。そうするとゴルゴラインも薄くなってませんか？最後はこめかみあたりまで。次は筋膜を面で捉えて頭の方にストレッチしながら緩めていきます。手のひらのくぼみを頬の丸みに沿わせてピタッとくっつけて、そのまま10秒上にストレッチ。反対の手で側頭筋を引き上げながら、次は頬骨球。手のひらの真ん中に骨が来るようにしてピタッとくっつけて斜め後ろに10秒。片方の手で支えてあげると上手にできますよ。さらに持ち上げていきます。耳上をぐっと引き上げて手のひらプッシュ。ここはちょっと圧をかけながら面でぐぐぐっと動かしていくように。反対側、手の付け根でほっぺを押し上げるようにして、深呼吸して力を抜いてあげるともっと上がりますよ。最後はブルドーザーのように側頭筋をぐぐっと上に上げていきます。気持ちよく伸ばします。最後は筋トレ。口周りの力を抜いて口角の上だけを丁寧に持ち上げます。1秒で上げて下げてを50回。用意はいいですか？上げて下げて上げて下げて
このくらいのペースでやっていきます。顎に力を入れないように緩めた状態で少しロックしてあげると上手にできます。上げて下げて上げて下げて、たくさん動かさなくても大丈夫。丁寧に口角の上だけに力を入れて、動かしづらい方は指を軽く当ててあげると脳が認識して動かしやすくなります。顎に力が入ってきてませんか？リラックスして口角だけを持ち上げていきます。上げて下げて上げて下げて、半分まで来ました。頑張りましょう。上げて下げて上げて下げて、だんだん頬の下が疲れてきてませんか？それであれば上手に使えている証拠です。上げて下げて上げて下げて、あと10回。しっかりと口角で頬をぐーっと持ち上げるように、上げて下げて上げて下げて、3、2、1、終了です。はい、終わりました。皆さんね、上手にできましたか？結構ね、これだけでも頬がぐーっと持ち上がって、そしてゴルゴライン薄くなったっていう方もね、いらっしゃるんじゃないでしょうか。今日チェックしてみて結構側頭筋硬かったなとか、この辺触ってみて痛かったなっていう方はかなり筋膜の癒着があると思うので、手でやるだけではなくって、こういったフェイスポインターとかトルネードですね、こういったものを使っていただくのもおすすめです。手でやるよりも顔が劇的に変わるので、ぜひ興味ある方はこの概要欄のリンクから見てみてください。こちらのクーポンコードを使っていただくと1100円引きで購入できますので、必ず入れてください。で、今日やったようなこのやり方だけではなくって、なんでそれをやるのかという理論だったり、あとはそういった筋膜リリースだけではなくって、食事法とかスキンケア、そういったこともお伝えしているオンラインサロンもやっています。一緒に継続していきたい、もっと知りたいっていう方は月1980円で始められますので、ぜひそちらも概要欄から見てみてください。このチャンネルではカレー悩みに対する解決策を発信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録して次回の動画もお待ちください。ではまた。